皆さんこんにちは、なぎです。今日も外で撮影をしようと思ってやってきました。天気がいいですね。今ちょうど後ろがテニスコートなんですけど、そこでテニスをしている人たちがいるので、ちょっとポンポンってラケットでボールを打っている音が聞こえると思います。これもね、ちょっと自然な音で逆に気持ちがいいかなと思って、あえてわざと撮っています。自然な音も聞きながら私のポッドキャストを楽しんでいただけたらなと思います。ということで今日のテーマなんですけど、今日は日本語学習者、日本語を勉強している人が間違えやすい日本語についてお話ししたいと思います。私が授業をしていて生徒さんがよく間違える部分や生徒さんからいただく質問、もらう質問をもとに話しています。まず一つ目なんですけども、一つ目はお元気ですかという挨拶ですね。本当に一番最初に勉強する、または勉強を本格的に始める前にきっとどこかで聞いたことある挨拶、フレーズだと思うんですけど、皆さんお元気ですかはいつ使っていますか？間違いとしてよくあるのが、誰かと会った次の日にもお元気ですかと使う人がいます。でもこれはちょっと不自然じゃないんですね。日本人はお元気ですかというのは久しぶりに会った人、少し時間を空けてから会った人に対して使います。なので昨日も会って今日も会った時にお元気ですかというと不自然に聞こえます。英語だと How are you なのでそのまま使いそうになるんですが、日本人は使いません。じゃあいつお元気ですかを使うかというと、久しぶりに会った時に使うので、お久しぶりです、お元気ですかというふうに使います。もちろんお久しぶりですを言わないで、こんにちは、お元気ですかというふうに使っても大丈夫です。では反対に、昨日会った人に今日何て言えばいいんですか、どう話せばいいんですかですけども、おはようございます、こんにちは、こんばんはという挨拶だけします。ちょっとこれでいいんですかっていう気持ちになるかもしれないんですけど、日本人って最初にスモールトーク、雑談とかちょっとした話っていうのはしないんですよね。多分他の国とかだったらお元気ですか、あ元気ですよ、今日どうだったんですよ、あそうなんですかって少し小さいお話、スモールトークをする国もあると思うんですけど、日本人はあまりしないんですね。なのでおはようございます、おはようございますという挨拶だけ交わします。挨拶だけします。ただ何かもし話したかったら、日本人はよく天気の話をします。私もね、このポッドキャストで天気の話をしたりしていますけど、実際今日もしましたけど、本当に日本人はよく天気の話をします。例えばおはようございます、今日は暑いですねとか、こんにちは、昨日の雨すごかったですねとか、
なんかそういうお話をよくします。友達に話すときは元気というふうに話します。お元気ですかは丁寧な言葉、敬語なので、タメ口で話すときは元気というふうに話します。敬語とタメ口が気になる人は概要欄にリンクを貼っておきます。これもよかったら見てみてください。で、友達に話すときは元気と話して、で挨拶は代わりにおはようと言ってください。で、こんにちはとこんばんはなんですが、これが相当する、それに合うタメ口がないんですね。なので代わりにヤッホーと言います。もちろん朝ヤッホーと言っても大丈夫です。ヤッホー元気とか、仕事をしている関係だったらお疲れ様ですを敬語として使ったり、お疲れとタメ口で言ったりします。なので友達に話すときはお疲れ、今日暑いねとか、おはよう、昨日の雨すごかったねとか、ヤッホー、今日天気悪いねっていう風に話したりします。ぜひ日本語で最初に挨拶をするときに使ってみてください。次によく間違える表現なんですけど、まだの後に来る言葉です。まだ何々しませんでした。まだしませんっていうふうに言うのは間違いなんですね。まだしていませんというふうに言います。進行形になります。ているという形ですね。例えば、もう晩ご飯を食べましたかと聞いたときに、私がまだです、まだ食べていませんというふうに話します。それをまだ食べませんでした、まだ食べませんというのは間違いになります。これはその行為が続いていて完了していません、終わっていません。なのでまだ食べていませんというふうに継続進行形のているを使います。例文を出すなら、例えば学校でもう課題が終わりましたか？まだ終わっていません。旅行に行く前にもうホテルを予約しましたか？まだ予約していません。本を買わないといけなかった時、もうあの本を買いましたか？いいえ、まだ買っていませんというふうに使います。ぜひ気をつけてみてください。3つ目によく聞く間違いはたまにとたまたまです。ちょっと似ている表現ですよね。ですからよく間違いとして上がるんですけど、たまにとたまたま、皆さんどんな時に使いますか？たまにですけども、たまには時々というふうに頻度、どのくらいしますかと言いたい時にたまにを使います。時々が 50% ぐらいの頻度だったら、たまには 30% ぐらいの頻度です。例えば友達に 30% ぐらいの頻度で会いますと言いたいときは、たまに友達に会いますというふうに使います。じゃあたまたまはいつ使いますか？そうですね、
たまたまは偶然、予定をしていなくて、約束をしていなくて、何か起きた時にたまたまを使います。一緒に偶然も覚えましょう。例えば友達と約束をしていなくってデパートで会った時、私は一人でデパートに行きました。で、友達は誰かとデパートに行きました。約束をしていなくって会った時に、デパートで友達にたまたま会いました。同じように友達に偶然デパートで会いましたもよく使います。次、4つ目にピッチアクセントについてお話ししたいと思います。前にアクセントを入れるのか、後ろにアクセントを入れるのかで意味が全然違うものになるという話なんですけど、例えばこの2つ聞いてみてください。1つはビールをいっぱい飲みました。2つ目、ビールを1杯飲みました。違いが分かりましたか？1つ目はいっぱい、2つ目は1杯、いっぱい、1杯。この2つ書いた時は同じひらがなですね。でも意味が全然違います。1つ目のいっぱいはたくさんの意味です。なのでビールをいっぱい飲みましたはビールをたくさん飲みましたの意味になります。でも1杯というのは1つのグラスのことなので、1つのグラスだけ飲みましたの意味ですね。ビールを1杯飲みましたというふうに、日本語はピッチアクセント、同じ発音でもアクセントが違うと意味が変わるものというのがいくつかあります。有名なもので言うと箸と箸。箸は箸で食べる、チョップスティックスのことですね。でも橋を渡るはブリッジですね。橋、橋、これも違いますし、石、石、これは皆さん分かりますか？石というのは rock とか stone のことですね。石を投げました。石がありますというふうに使いますが、医師というのは病院の先生ですね。難しい言葉で医師というふうに言います。例文で話すと、病院で医師と相談しましたというふうに言えます。他にも雨、雨というのもあります。雨は rain のことですね。雨が降っています。雨が止みませんというふうに話せますが、飴というのはキャンディーとかロリーズ、お菓子ですね。飴を食べました。飴が好きです。飴は美味しいですというふうに使います。最後に超音、長い音と書きますが、音を伸ばすことですね。その超音の間違いもよくあります。例えばビールとビル、おばあさんとおばさん、おじいさんとおじさん。最初に言った言葉は超音が入っています。ビール、おばあさん、おじいさん。でも2番目に話した単語は超音が入っていません。ビル、おばさん、おじさん。これはそれぞれ違う意味を持っています。例えばビール、お酒ですね。ビル、ビルディング、建物の
ことですね。ビールを飲みました。ビルを建てました。次におばあさんとおばさんですが、これ結構間違えると大変なことになるかもしれないんですけど、まず年齢年の話をすると、おばあさんとおばさん、おばあさんの方が年を取っています。おばさんというと50代ぐらいでしょうか。40、50ぐらいになるとおばさんというふうに話せますが、60歳以上の方をおばあさんというふうに話します。もちろんこれは目安なので、60代でもおばさんというふうに話してもいいんですけど、おばあさんとおばさんを比べると、やっぱりおばあさんの方が年を取ったイメージがあります。あとおばさんは自分の両親、自分の親のお姉さんまたは妹さんの意味もあります。おじいさんとおじさんも同じです。自分の両親のお兄さんと弟さんのことをおじさんと言います。で、同じようにやっぱり年齢的におじさんよりもおじいさんの方が高いイメージがあります。ということで今日は日本語学習者が間違えやすい日本語についてお話ししたんですけど、正直間違えても皆さん大丈夫です。今日は一つの例としてお話をしたんですが、もちろんね日本人も日本語間違えますし、前と後ろ前後の文で何が言いたいのか分かります。日本人とか日本語で話す相手と会話をするときはどんどん間違えてください。間違えても問題ないです。ビールを飲みましたじゃなくってビールを飲みましたと話しても、アルコールのビールを飲んだんだねと分かりますし、大丈夫です。はい。何でもねトライアンドエラーですから、どんどん間違えていきましょう。ただテストの時はもちろん正解不正解というのがあるので、そこだけは気をつけてください。ということで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてお疲れ様です。今日の動画が面白かったという人はぜひいいねボタンをお願いします。登録がまだの人はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。